本日は Zoom が出しましたライブトラック L6Max と MIDI コントローラーによる連携の解説とデモンストレーションを行っていきます。今日はこのライブトラック L6Max が持っている MIDI コントローラーのやり取りの機能を使って、こちら実演するデバイスとしては Stream Deck Plus、こちらを利用して様々ライブトラック L6 の機能を直接ここからいじっていこうというデモンストレーションになっています。この動画を見ていただくことによって、このコンパクトに収められたデジタルミキサーレコーダー L6Max の操作性と、いざという時はダイレクトに操作したいよねっていう拡張性や利便性の高さを、この MIDI コントロールというキーワードで拡張していこうという解説になっています。はい、ここで自己紹介をさせてください。私は電気屋ウォーカーというポッドキャスト番組を2009年から配信していますコーヒーと言います。そしてインストチャンネルを2016年から配信を開始しました。ポッドキャスト関連機材ということでレコーダーなどのレビューから始まり、現在はカメラ撮影機材なども含めて様々な音響撮影関係の機材のレビューを中心に活動しています。今日初めてご覧にいただいた方やチャンネル登録がまだという方はぜひこのタイミングでチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またご覧いただいた動画でもし良いものがあればいいね評価をしていただけると励みになります。よろしくお願いします。では先ほどもご説明した通りライブトラック L6Max です。先日徹底解説動画ということで1時間以上にわたりライブトラック L6Max の魅力をご紹介しました。今回は特にブロックダイアグラムを読み解きながら入力から出力までどういうふうに信号が受け渡されていくのかということを解説して、このコンパクトさに入っている多彩な出力系統について、皆さんと勉強していきました。今回はその徹底解説動画の中でも言及していました MIDI コントロールです。ライブトラック L6 はその MIDI の信号をやり取りすることができる機能を持っています。このコンパクトな筐体デザインに様々な機能を収めるために、優秀なユーザーインターフェースを持っているわけですが、それがこのファンクションキー群ですね。これらのボタンを切り替えることによって各ノブの役割が変わっていくというのが L6Max の特徴の一つです。オグジュアリーアウト1、オグジュアリー2、そして EFX エフェクト、サブミックスやパン、レベルの調整がこのボタンを切り替えることによって役割と表示が切り替わるという、その結果、大きい筐体を持たずコンパクトな中に全ての操作系を持つことができるという設計になっています。これは大変優秀なんですけども、時には直接操作できた方がいいよねということも当然あるかと思います。その時に使えるのが外部にある MIDI 信号のやり取りができるコントローラー群です。今日はたまたま Stream Deck Plus を使ってのデモンストレーションになりますが、MIDI 信号をやり取りできて入出力ポートを選択できるソフトウェアを持っているものであれば何でも使えると思います。ぜひお手持ちの機材で試してみてください。例えばこのインプット1番の今これレベルなのでボリューム表示になっているんですが、ちょっとこちら角度がついてるんで見えづらいかもしれませんけども、こちら注目してください。実はこちらこのダイヤルを操作することによって大きくしたり小さくしたりすることができますね。これをストリームデックのこちらのノブダイヤルに割り当てています。ちょっと手が邪魔なんだ。このようにこちらでダイヤル操作することによってこちらのレベルの表示が変わっているのがご覧いただけると思います。しかもこちらモニターの表示も連動して変わっています。今これ実は出力ボリュームレベルが 50% の位置に設定されているっていうのがライブトラック L6Max 上では確認できないんですけども MIDI コントローラー上では確認できるんですね。そしてボタン操作にも対応してます。上のボタンを押すとワンボタンで 100% の設定に、真ん中のボタンを押せばワンボタンで 23% の設定に、そしてこのボタンを押せばミュートがかかるように設定をしています。こんなダイレクト操作が実現できてしまいます。例えば、エフェクトの方にファンクションを切り替えましょう。これ今適用量ですね。チャンネル1番にこれぐらいの適用量何%ぐらいでしょう、30% ぐらいの適用がされています。
そしてこちらがエフェクトリターンというか、いわゆるエフェクト適用量のマスターレベルですね。これを半分ぐらい 50% ぐらいにしている状態です。通常ですとレベルを押したままエフェクトの調整はできませんから EFX リターンで全体の適用量を調整するぐらいしかできないですけども、はい、こちらストリームデックの一番左側の列には今この実は EFX エフェクトの1番の操作が割り当てられています。今レベルの切り替えになってますから、ここに表示されているのは音量です。ですがこちらのダイヤルで操作をするとなんとエフェクトの量が変わっています。そんなのわからないじゃんということになるんですけども、後でマスタートラックを差し込んでエフェクトがかかった様子をお聞きいただけたらいいなと思うんですけど、実はこれ今 100% ですね。エフェクトに切り替えると 100% になってます。一回レベル目隠しをして0% にすると 0% になっています。このようにファンクションキーの切り替えがどこに当たっていても直接エフェクトの影響を調整できるのがこの MIDI コントローラーを利用した操作の醍醐味です。こちら一番上のボタンにはインプット1番の EFX が 100% の適用量になるボタンになっています。これを押しますと、はい、ここの表示が 100% になりましたね。見てみると 100% になってます。次のボタンは 23% になっています。確認すると 23% ぐらい。そして下のボタンは 0% になります。確認すると 0% になるということで、ここを触ることでダイレクトに変更することができるようになります。なおストリームデックプラスはこのタッチパネルに左右の割り当ても可能で、ここを右側を押すと 100%、左側を押すと 0% にダイレクトで変更することができるような設定を今しています。こういう感じね。当然ですけど、例えば EQ の設定とか触っている状態でもこれはちゃんと反映されているんです。反映されていますね。こういう操作ができるようになるのが MIDI コントローラーの面白さなんです。こうちょっとMIDI について知っているとか、コントロールサーフェスを触ったことがあるとか、あるいはお仕事でデジタルミキサーを使っていらっしゃる方なんかは今の説明で十分もう魅力が伝わったんじゃないかなと。でもう早速腰が浮いて、よし自分でもやってみようという感じになってるんじゃないかなと想像しますけども、こちら見た目を変えることができるので、こういうちょっとフェーダーチックな表示にすることもできます。何よりいいのがこの適用量というかレベル設定を数値で確認できるのがいいですよね。で、こちらのボタンは押し込むとボリュームが0になるような調整にしてあります。こっちはねミュートでしたけど、こっちは0になります。100から0にという感じです。こちらは1番の EQ に対して、このローですね、 EQ ロー、低音の調整をこのダイヤルに割り振っていますので、こういうふうに。でこちらは真ん中が 0% になっていまして、 EQ を絞る方向、 EQ を盛る方向に調整ができる。で押すと0になります。センターに戻るという感じですね。こういう調整ができます。さらにストリームデックプラスの特徴ですが、タッチパネルをスワイプすることでページを切り替えることができますので、ここに1234とあるんです。サブミックスのね、例えばですけど、サブミックスの1番から4番までをここに割り当ててます。サブミックスですよ。サブミックスね。サブミックスが割り当てられるというのはどういうことかというと、L6Max 上ではレベルを選択しておいて、マスターアウトに対するレベル調整を常にここに行っていて、そしてモニタリング環境サブミックスから聞いている演奏者さんとかパーソナリティとかに対して、もうちょっと3番のインプットを大きくしてほしいなと言われた時に、ここを触らずダイレクトにサブミックスの値を調整することができるということになります。配信とか録音には影響を与えずにサブミックスだけをストリームデックプラスから調整することができるようになると、これすごいハッピーじゃないですか。
じゃあマスターとサブミックスしか調整できないのというこのね疑問が浮かんでくると思うんですけども、こちら、ライブトラック L6 エディターというのを開いていただきまして、でその中にある、MIDI-CC ナンバーマッピングというところをエディットをしてもらいますと、L6Max で受け付けているパラメータマッピング、どこにどの機能がやってるかという一覧が表示されます。ハイ、ミッド、ローの EQ の適用量の調整と、ミッド、中域の周波数の変更ができます。それからサブミックス鮮度。これが今実演したこれですね。サブミックスに対する適用量の調整。オグジュアリー1鮮度。こちらですね。オグジュアリー1、AX1 に対する鮮度量の調整。オグジュアリー2鮮度。AX2 に対する鮮度。そして、EFX 鮮度。エフェクトの適用量の調整。こちらのやつね。これ。そしてパン。で、レベル。レベルは、これね。レベルはこれ。はい。そしてミュートのオンオフ。これですね。ミュートのオンオフ。そして、56チャンネルのステレオモノの切り替え。78チャンネルの USB1 と USB3 のオンオフ切り替え。そしてエフェクトのタイプ切り替え。で、コンプレッサーのオンオフ。これが MIDI コントロールで調整できるすべてです。なので、ここに書かれているものをダイレクトに別なデバイスから調整することができるということに、興奮をされた方は、今すぐお手持ちの MIDI コントローラーをチェックしてくださいという感じになりますね。具体的に設定方法を見ていきましょう。今日はストリームデックプラスですので、こちらストリームデックの管理アプリが立ち上がっています。もうすでにご覧いただいているのがあるんで、こんな感じになっていますが、改めてセッティングをしていきましょう。ストリームデックプラスは標準では MIDI コントロールに対応していませんので、MIDI コントロール用のプラグインを導入してください。検索するとすぐ出てくると思います。ストリームデックプラス MIDI というので調べてもらうと、いくつかあるのかなわかりませんけど、私はこの MIDI を使っています。これを導入済みです。そしてボタンのところ、ここに割り当てをしていきます。ジェネリック MIDI と呼ばれるものが出ますので、これをドラッグ&ドロップします。そしてタイトル、例えばですけども、EFX1 としましょう。エフェクトのチャンネル1番に対する設定ですよということを明示的にしています。ボタンタイプいっぱいあるんですけども、ここではプッシュ、押しボタン式を選んでいきます。コマンドチャンネルはこのコントロールチェンジと呼ばれるものを選びます。他にもいっぱいありますけど、コントロールチェンジしか必要じゃありません。この1番っていうところがチャンネル切り替えになっていまして、私は現在12番、12チャンネルというものを選んでいます。ライブトラック L6 エディター上でもこの MIDI チャンネルの設定がありますので、同じものを選択してください。DAW とかその他のデバイスを使っている方はこのチャンネルがダブらないようにしましょう。そして、コントロールのところですけども、0から127までかな。合計128個の、コントロールというものがあります。いわば番地のようなものです。0番は何を当てる、1番は何を当てるっていうふうに番号が決められています。ストリームデックプラス上ではここにすでに何かこう文字が書かれていますけども、これはいわゆる何て言うんですか、標準仕様みたいなものなので、特に気にする必要はありません。じゃあこのコントロール番号というのはどこで見たらいいのというと、この MIDI-CC ナンバーマッピングです。ここでは EQ じゃない、エフェクト EFX 鮮度のチャンネル1を調整したいんですが、そこには CC ナンバー65というのが割り当てられています。なので65番でこの EFX の1番が調整できるようになります。65番を選択しましょう。はい。バリューというふうにありますが、これで 100% になります。オンの時に127、オフの時に0という設定になっていますが、一旦このままで大丈夫です。はい。で、もう一つ忘れちゃいけないのが、ここにちょっと隠れてるんですけども、MIDI ポーツっていうところがあります。私はもう選択してしまっているので変わっていますが、ここは MIDI Out 2というものが L6Max が指定しているポートですので、MIDI Out 2を選択してください。で、インのポートも MIDI In 2を選択します。これで OK です。
この状態でもうすでに、適用量がボタンを押すことで127まで上がる。127というのはつまり 100% まで上がるという設定になっています。これを一旦コピーして2番目に当ててみましょう。ペースト。中身全く一緒です。バリューだけを変えていきます。40% ぐらいの設定にしたいですね。128を100で割ると 1.28 かける40で 51.2。52ぐらいにすればいいのかな。52にすると、はい、こちらをご覧いただくと分かるんですが、100と52、100と52、ちょっとノブの影に隠れて見えづらいかもしれませんけども、これで100と52を切り替えられる設定になりました。本当に簡単ですね。じゃあ次、ダイヤルの方、こちら、ノブ、ダイヤルの方、こちらもジェネリックミディをドラッグ&ドロップします。設定項目が多くなりますけども、考え方は一緒です。コントロールは65番、チャンネルは12、そして、バリューのミニマムが0、マックスが127にしてあります。で、ステップサイズと呼ばれるものがダイヤル1ノッチでどれぐらい値が進んでいくかというものになります。128分割されていますので、ここでは1ステップから8ステップに変えてみましょう。8ステップということは128割る8で16分割してるってことですね。16分割。これで値が1ノッチ進むと8ずつステップが上がっていくと、ステップというか値が上がっていくということになります。はい、そしてディスプレイというところを触っていただくと見た目が切り替えられます。こういうフェーダーっぽかったり、バーの表示だったり、ダイヤルを模したような表示だったりあります。ここでは V ポートを選んでみましょうか。色も変えられます。いろんなものがあります。ありますね。でもなんかこのブラックシルバーかっこよかったな。昔の機材みたいでいいですね。で、フルとハーフの設定があります。ハーフの方が視認性がいいでしょう。アクティブスパンインディケーター from minimum to max。これで0から100までのダイヤル表示になりますね。タイトルバリューポジションというのがあります。ここタイトルに分かりやすいように1、インプット1のものだよということで1を選択します。で、タイトルが中で値が上ということにしました。これでここにちっちゃいんですけど1番というのがあって、こちらが適用量ですね。これがいいですね。こんな感じにしておきましょうか。逆がいいかな。逆。ダイヤルこっちの間違えた。こっちの方が見やすいかな。そうですね。これでインプット1、これだったらでもこっちの方がいいかな。こだわってください。いいですね。インプット1番に対して、0から127までのグラフと数字が表示されるようになりました。ただ127って言われてもねっていうふうになると思いますので、バリューディスプレイというところを触って、パーセントに変更してあげると、これが0から 100% までのダイヤル、0から 100% までのダイヤル表示に変わります。いいですね。いいですね。はい。その他にもダイヤルローテートワイル、プレスアクション。これ押したまま回した場合ってやつ。ちょっとこれ操作性が悪すぎるので私は無視しています。ダイヤルプレスアクション。ダイヤルを押した時にどうなるかというやつですね。エフェクトをコントロールチェンジズで、65の12番でプッシュにして、0。これで、いくら適用されてても0になるという140、0、140、0という表示になりますね。これでやるとエコーバリバリ、エコーちょっと、エコーなしに変更できるのでいいのかなと思います。
それからレフトスクリーンタップアクション、これ左側を押した場合右側を押した場合っていう設定もできるので、ちょっとここでは、右側を押したら0にしましょうか。65の12、そして0で、左側を押したら65の12で127、プッシュアクションですね。127、00、0、100でダイヤル調整でオフ。だったらもうこれ上いらないね。ダイヤルだけで0と100で0とダイヤル調整。このプッシュボタンなんか別なものに切り替えてもいいなっていう感じで、様々な機能の組み合わせができます。1ができたなと思ったらこれをコピーして、タイトルをちょっと調整しておこうかな。EFX にしようか。EFX1 ね。でコピーしてペーストで EFX2 にして、センド2は66番、66コピーしてペースト、EFX3 番にして67コピーしてペーストで EFX4 番にして68、はい。これでですよ、もう4つのダイヤルにエフェクト量の適用が自在に調整できる4つのコントローラーがここに備わったことになります。どうですか？超便利ですね。超便利。はい、これで今設定をしました。1234スライドすると5678とあります。これで5番、6番、7番、8番、そして1番、2番、3番、4番が自在に調整できる EFX コントローラーになってしまったわけですね。どうでしょうか皆さん。これだけじゃありません。もちろんボリューム、レベル調整とかもできますから、画面をいくつも用意して、これは EFX 用、これはレベル用、これはサブミックス用、これはオグジュアリー1用というふうに切り替えていけば、L6Max と MIDI コントローラーで相当使い勝手の良い操作系が実現できるんじゃないでしょうか。ね、こんな感じで。なのでダイヤル操作もお手の物、こちらがどのファンクションになっていても影響が出るように、ここで000000とすれば当然こっちも全部0になってますね。そして、インプットエフェクト12のインプットのレベル調整もここで自在にできますとか、そんな感じにしていくことで自在に L6Max を操ることができるというのが、こちらストリームデックプラスをはじめとする MIDI コントローラーを利用した L6Max 操作の醍醐味になります。皆さんいかがでしたでしょうか？魅力を感じていただけましたでしょうか？L6Max と MIDI コントローラーの連携に関する質問などがありましたら、ぜひお気軽にコメント欄にお寄せください。また皆さんが使ってみた MIDI コントローラー、皆さんが設定してみた設定なんかを教えていただけると私の参考にもなるので、ぜひそういったものをコメントにお寄せください。これからも L6Max の魅力をお伝えする何かしらのデモンストレーションを行っていきたいと思いますので、楽しみにお待ちください。それではニュースチャンネルコーヒーでした。ありがとうございました。